はいどうも、トイリスです。3月23、24日に大阪府のインテックス大阪で開催されたボードゲームビジネスエキスポジャパンに行ってきましたので、レポ動画をお届けします。トイリスチャンネル。雨ですね。会場から30分遅刻したので、周りから聞いた話ですが、会場前にはだいたい300から400人ほど並んでいたようです。男女比率で言うと、約8割が男性、約2割が女性といった感じです。インテックス大阪のエントランスには屋根がない部分があり、列の後ろらへんは雨が当たる場所に並んでいたようです。横の会場では別のイベントがあったり、インテックス大阪で過去に開催された他のイベントでも同様に雨に打たれたことがあったので、おそらく会場マニュアル的には仕方ないことかもですね。施設内には売店もありましたので、突然の雨にはそこで傘を買いましょう。会場入ってすぐのところですね。入り口付近は広々としていて開放的な雰囲気でしたね。デジタルサイネージには VTuber さんのお出迎えや宣伝などが表示されていました。会場の広さですが、ゲームマーケットでもたびたび使用される会場と比較するとこんな感じです。一部バックヤードの場所もありますが、そこそこ広い会場となっています。こちら入り口と真逆の奥の方ですね。広々とした入り口とは違い、ぎっしりと人で溢れていました。通路はギリギリ4人くらいの幅で、大きなカバンを背負っている人がいると体をねじ込む感じでした。一方、サークル側の後ろはしっかりと通路が確保されていたので、荷物があって動けないという感じではありませんでした。すぐに抜け出してビジネスに注力できるのはいいですね。こちら100人以上座れる休憩スペースです。飲食やボドゲを遊ぶ場所として利用されていました。お子さんなどを座らせて休憩しているシーンをよく見かけたので、この配慮は嬉しいところです。こちらはキッチンカーです。今回は5つが出店されていました。中でも一番話題になっていたのが、この淡路島バーガーことシマウマバーガー。単品で1300円でしたが、個人的には安く感じるほどの美味しさで、淡路島の名産である玉ねぎをフライにし、ベーコンバーガーの間に挟んでいるため、食べた瞬間旨味汁が溢れ出るという、次回があるなら食べてほしい一品です。こちらはサンプルエリア。他のエリアが混雑していたことと、今日どんな作品があるか一通り見ている人が結構いました。ルールなどじっくり読みたい人にもおすすめです。こちらはチラシコーナー。BGB ではボドゲの販布だけではなくビジネスも目的の一つですので、イラストレーターさんのチラシや名刺などもありました。サンプルエリアと同様に今日どんな作品があるかの確認もされていましたね。こちらはドエライノさんのブースです。ボドゲを一つ渡すと、誰かが渡したボドゲがもらえるというボドゲトレードガチャですね。カプセルの見た目が違いますが、レア度などは別に関係がないようです。僕もくじを引いてみました。ザ・マインドが当たって嬉しかったですね。VTuber が配信でやると事故になりますが。こちらはカタンでおなじみの GP さん。会場内でおそらく一番列が長かったのがこちらの1000円ガチャですね。僕も2回引いてみましたが、残念ながら1等は当たらず。しかし合計7000円分ぐらいのボドゲや500円引きのクーポンももらえたので、2000円で7500円分の買い物ができました。そりゃ皆さん並びますよね。こちらはテーブルゲームファンフェスタさん。
関西を中心にアナログゲームのイベントを開催している団体で、ミニ TGFF として私有宅を設けていました。すぐに私有宅は完売したようで、ボドゲだけでなく TRPG 好きの参加者も多かったようでしたね。こちらはグループ SNE さん。新作の展示や販売、私有や大会などをされていました。先行販売作品が5つもあり、新作取り手レベルプリンセスにはプロモカードもついてきました。こちらは向こう側モルック豆シーバさん。兵庫県にある向こう側の河川敷を中心に活動しているモルックの団体です。実際にモルックを体験できるコーナーがあり、様々な人が体験をされていました。こちらはケンビルさん。販売だけでなく、こちらも3000円ガチャをやってました。こちらはフォーゲームズ&サニーバードさん。ゲムマ春に先行販売する作品の展示などを行っていました。そしてこの方、チータン。秋葉原出身で、コツメカワウソのゆるキャラですね。いろんなところを練り歩いていて、子供も大はしゃぎでしたね。ブースでは、阪神タイガースのコラボグッズが販売されていました。カワウソなのか、タイガーなのかはよくわかりませんでした。こちらはブックオフさん。ボドゲの中古販売を行っていました。棚にもぎっしりとボドゲが詰まっていまして、皆さん真剣に品定めをしていましたね。こちらはホビーベースさん。アクション系のゲームの私有やセール、あとドミナゲームズ作品のキャンペーンもやっていました。こちらはポプラ社さんですね。解決ドロリでも有名ですね。出版社向けに商談されている方がちらほらいました。ボドゲも販売されていました。こちらは大光印刷株式会社&カードファイトヴァンガードさん。ヴァンガードの体験やプロモカードの配布がありました。そして最近話題にもなりました7の販売ですね。クリスマスバージョンもありました。こちらは白麗神社例大祭 with 東方プロジェクトさん。イベントの告知やグッズ販売など他のイベントさんとも交流がありいいですね。こちらはシンガポールパビリオンさん。来ました。海外ブース。日本語も英語も OK なので、いろんな言語が飛び交ってましたね。すごいエキスポっぽい。日本をテーマにしたボードゲームもありました。こちらは台湾パビリオンさん。ゲームマーケットでも見た作品がちらほら。カードの和訳シールもデータを Web で頒布しているようで、自分で和訳する必要はなさそうでした。日本語で書かれたカタログもあって、丁寧な説明をされていました。こちらは韓国パビリオンさん。さすが韓国なだけあって、おしゃれな作品が多かったですね。種類もたくさん持ち込んでいました。こちらもアジア系のボドゲブースですね。エリア出店ではないですが、固まって配置されていました。日本ではあまり見かけない画風の猫など、海外味を感じましたね。こちらはアドベンチャーワールドさん。和歌山県にある動物園、水族館、遊園地が一体になったテーマパークですね。コラボしたボードゲームの販売だけでなく、ぬいぐるみなど動物のグッズ販売もしていました。ここだけグッズショップ感がすごかったですね。こちらは株式会社サイバーコネクト2さん。デジタルゲームの会社なので、ゲームの体験や書籍、グッズの販売をしていました。ドットハックも有名ですね。こちらはアソビションさん。少しお高めのボードゲーを会場価格で買えるのはありがたいですね。新作のザハブはまだ販売されていませんでした。こちらはバーチャルパーティーさん。VR 上でアナログゲーム化の兆しが見える昨今ですが、最前線で活動されている会社さんですね。実際に VR ゴーグルを使った体験などもされていました。こちらはひと V さん。VTuber と企業のシナジーを生み出す会社さんで、VTuber やクリエイターのグッズを販売されていました。トイリスも写っているチラシ入りティッシュも頒布。ありがとうございます。開催カウントダウン企画も YouTube 上でしていましたので、まだ見ていない方はそちらもぜひ。こちらは日本カロム協会さん。カロムの無料体験もされていました。滋賀県彦根地方に残っている伝統遊具でして、駒を弾くのが気持ちいいボドゲです。こちらはアットワンさん。
クリエイターユニットでボドゲ動画も YouTube にて投稿されている女性3人組。大正ロマンなど和風なデザインが素敵な作品が販売展示されていました。トイリスチャンネル。いかがだったでしょうか？ゲームマーケットでは開催時間が6時間なので後半暇になるところも出てきますが、今回の BGBE では一般参加は4時間だけでしたので2日開催が非常にありがたかったですね。特にビジネスを目的にしている人はお相手の空き時間的に1日では回りきれないこともありますので、また飲食やボドゲ OK の休憩コーナーがあるおかげで終了時間頃になっても人はまだまだ館内にいました。やはりお腹が減ったり疲れで外に出る人が中に残れるというのはイベントとして強みなのではと思いました。淡路島バーガーまた食べたいです。ゲームマーケット大阪がなくなって3年ですが、また少し違った雰囲気のイベントが開催され、1日に3000人以上が4時間の間にいたのはすごいですね。次回も来年1月18日、19日に開催予定とのことですので、今回参加を見送った方もぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで、トイリスでした。バイバイ。